はい、皆さん。まだ長々とスペイングランプリでございますですが、また続きでございます、スペイングランプリ。今回ね、メルセデスが速くなった。アップデートがすごく効いてね、ポーポシンがなくなった。事実なくなった。なくなったってゼロではない。最後の最後で、ストレートでちょっと出てたけどね。でもそんな、これはもう、バンプのちょっとデコボコが多いとこだったら、どこのチームをやるような、その程度だから、もうさすがにラッセルやなんかの背中が痛いっていうのはなくなったはず。ポーポシンを、やっぱり新しいアップデートはきちっとそこを抑えてた。そういうことをやって、非常に車が安定しだした。それで相変わらずライドハイトの低いままでそれができたから、エアロで解決できるところがすごくあったんだろうと思う。それで事実、レースではめちゃくちゃいい走りをしてた。残念ながらハミルトンは当たっちゃったよね、マグネッセンとドーンと。まあ、どっちが悪いって言い方よりも、まあ、レーシングアクシデントだよね。事実、レーシングアクシデントになったんだよね。で、面白かったのは、ハミルトンがだよ。その後、俺だったら、エンジンセーブの方を選ぶんだけど、どうだいっていうサジェスションをエンジニアに言ってるわけ、無線で。聞いた人もいると思うけどね、これエンジンセーブにしようよ、みたいな言い方してるわけ。もう俺はリタイアしたいよ、みたいな感じなのね。それはなんでかっていうと、まあ、あそこまで下がっちゃって、また追い上げたって、もうラッセルは先行っちゃってるし、ラッセルの前に行けねえ。それよりもマグネッセンにぶつけられたでリタイアした方が、彼としては立場があるわけ。まあ、そういうのを選ぶようになったんだ。ハミルトンはそういうことをサジェスションするようになった。今までありえないサジェスションね。そうしたら、今回はエンジニアの声が強気だったね。何言ってんだという感じでね。お前このまま行っても8番手にはなれると。ポイント取れると。おまけに8番以上だってうまくいけば望めると。事実その通りになって。それで一生懸命、いけねって言ってハミルトンは考え直して走ったよね。やっぱりハミルトンがちょっとね、こう、ちょっと落ち込んでるっていうかな、弱気になってる感じ。ちょっとバックワードだよね。それでやっぱりラッセルが今回もいいレースやった。強気のレースをやった。ポディウム立っちゃったしね、また3等賞になっちゃったし。そういうことでね、ハミルトンは今立場ないんだよね。だから萎縮してるっていう感じが若干、見えるような気がする。これはあくまでも気がするんだけどね。それで、ちょっと悲しいかな。ナンバー2であるはずの人が勢いよくなってくるとね、悲しい思いをする時はいっぱいあるわけ。例えば、今ベッテル一生懸命走ってるよね。でもベッテルも、レッドブルでガンガン4回ワールドチャンピオンを取った時に、今のシステム、ターボ付きの V6 になった時に、レッドブルはあんまり良くなかった。良くなくて、彼は走れなかった、うまく。ところが、ダメだ、ルノーのエンジンダメだ、レッドブルがダメだと言いながらも、リカルドなんか2回か3回優勝しちゃったよね。それでベッテルはどうしてもその前、リカルドの前行けなかった。そうすると、元ワールドチャンピオンの栄光を持ってると、なかなかそれに立ち向かえないっていうのが本当のところじゃないかなって俺は勝手に考えてる。俺らはね。それで、あるいは今ハミルトンがそこに落ち込んでたとしたらちょっと悲しいことだね。やっぱりハミルトンは、これからメルセデスの中で立ち直っていって、今までのハミルトンの立場を作るっていうのはもう難しいかもしれない。もう誰が見てもラッセルはハミルトンと同等以上だって見る人が多いから。本当はまだそんなことはないとは内心、鉄人は思ってんだけどね。なんでかっていうと、やっぱりハミルトンってすごいから。ただ、やっぱりこんだけチャンピオンを続けてきちゃって、今初めて走らない車に乗った時、よく言うんだよ。走らない車に乗った時、その驚異のワールドチャンピオンは何ができるか。だから、鉄人が昔から言うように、本当のワールドチャンピオンは、チャンピオンを取った回数ではないよと今や。それは機械で取れる可能性が高いから、回数でグレートチャンピオンじゃなくて、一体いくつのチームで、どのぐらい違ったチームでチャンピオンを取るかっていうのが重要なところなんだよ。じゃあ、セナはすごいよ。セナはすごかった。だけどセナはマクラーレン以外でチャンピオンを取ってねえんだ。ね。それから、シューマッハがすごいのは、ベネトンでチャンピオンを取って、フェラーリでチャンピオン。それはチームやなんかが移動して、エンジニアも行って、うんぬんかんぬん言うけど、全然コンセプトの違う車で勝ってる。システムの違うチームで勝ってる。だから、2回勝ってる。
プロストもそう。それから、例えば、チャンピオンを違うチームで取ってるっていうのは何人か、そんなたくさんいない。何人かいる。ダメなチームに行った時、それをチャンピオンチームに仕立てる運転手の能力っていうのがあるんだよね。だからチームを作れるか作れないかっていうのが重要なこと。それは、そのドライバーがチームにどのぐらいコミットメントできるかってことなんだよね。チームを作るというよりも、チームへのコミットメントがすごいかったのは、もうこれはね、しょっちゅう言っちゃうんだけどね、ローリバーンってね、オイラーの知り合いなんだけど、彼が言ったのは、やっぱりその、いろんなドライバーを見てきたけど、マイケルほどチームにコミットメントするドライバーはいなかったよと。マイケル・シューマッハはあそこまでにしたんだ。シューマッハより速い、あるいは走らせるだけだったら速いドライバー何人もいるよ。だけどチームにコミットメントして勝利に向かう態度、アティチュードって言うんだけどね。それはまだシューマッハを超えるやつは見たことがないと。テクニカルじゃないよ、それは。という言い方をしてたよね。それで今、ハミルトンがしているはずのコミットメントが、そうやって比べていくと一体誰がどのぐらいどういう形でチームを盛り上げチャンピオンを取るのかっていうのが見えてくるんだね。だから、ハミルトンはこれから先が正念場なんだ。ハミルトンをレジェンドにするかどうかは次のステップなんだね。一つのチーム、独走体制を作れるすごい車に乗ってる時と、そうでない時での状況の違いで一体どこまで何をコミットメントできるかということがね、ベッテルもそうだった。それからハミルトンもそう。今、その正念場にあるってことだよね。ということで、ラッセルはすごかったけどね。だけどこの車、じゃあラッセルがすっごいいいレースをやったけど、もうメルセデスはバンバンで速くなったぜって思ったら大間違いでね。最後の方、ペレスもそうだし、フェルスタッペンがラッセルを抜く時にね、攻めてたよね、ガンガン。だからその時って、あそこまで攻め込んでんのに、フェルスタッペンは DRS が半分効いてねえんだよね。半分効いてねえけど、あんだけもう真後ろについて勝負をかけられるんだから。っていうことは、まだレッドブルの方が一枚上手だということだよね。まだメルセデスはフェラーリにもレッドブルにも追いついてはいない。すごく近くはなってきてるけど追いついてはいない。レッドブルの壊れた DRS というハンディの中で起こったことだよっていうことだよね。それでもちろんそういうのを利用してラッセルはすごい決して違反ではないめちゃくちゃなブロックをしてました。素晴らしいね。あれこそバトル。だからあのバトルをアロンソとラッセルがやったらもっと面白いし、そこにオコンが絡んできたらどっちらかるだろうな、きっとな。それに、さらにマグネッセンが。みんな同じような速度の車に乗ってやったら、えれえことになりそうだね。我々としてはそういうレースを思いっきり見てみたいと思うけど、今回のスペイングランプリはね、メルセデスが上がってきたことによって、2人のドライバー、そして他のドライバーのなんていうかな、メンタルのところがね、いろんなところが見えてきたような気が、鉄人は勝手にしとるんですけれども、皆さんはどうかな。